はい。それではカメラワーク構図に関して皆さんにお伝えしていこうと思います。この講座ではね、こういったスタビライザーとか三脚とか手持ちとか、いろんなね、バリエーションによった、表現方法だったりとか、シネマティック表現において、シネマティック表現だけじゃないんですけれども、総合的に必要な構図とかを皆さんにね、お伝えできたらなと思っております。で、僕もね、YouTube 上でチュートリアルとか結構出しているんですけれども、やっぱり、動画解説、編集解説とか、答えが分かりやすいものの解説ってやっぱ取りやすいんですけれども、撮影方法とか、構図とか伝え方とかって結構経験だったりとか慣れとかに左右されてくる部分が多いので結構チュートリアルでもねやりづらいところはあったんですけれども、今回はなるべく今までの経験を踏まえて皆さんにお伝えできたらなと思っております。で、基本的に撮影する際はこういった一眼ミラーレスカメラもしくはコンデジとかスマートフォンだと思うんですけれども、撮影手法としましてはまず一つ目、手持ち。こんな感じで手持ちで撮ったりするものですね。で、次に三脚です。こういった三脚に立てて定点で撮るスタイルですね。次にですね、このようなスタビライザーですね。スタビライザーを使用して滑らかに撮る。基本的にこの3つが撮影手法となっております。で、少し延長線上で言いますと、手持ちでもこういったカメラストラップを取り付けてしっかりと引っ張って撮ることによって、手持ちだとしても少し手ぶれ軽減になったりとか、一脚とかを使用することによって定点でも撮りやすくなったりとか、一脚とこういったジンバルね、この下が三脚ネジになっているので、そういった一脚とジンバルを組み合わせて撮るパターンとかもあるので、本当にそこはね組み合わせてアレンジしていただけたら幸いです。でですね、基本的にまず、僕の今までのシネマティック表現とかああいったイメージ映像の観点から話させていただきますと、やっぱり三脚の表現っていうのはあまり使いません。この三脚を使うシーンっていうのは、このように、YouTube 上で解説したりとか、僕のね伝えたいことが情報だったりとか、あまり僕のこの会話以外に情報量を必要としない時っていうのはこういった三脚で、基本的に揺らさずに同じ構図で撮らせていただいております。で、一方でね、こういったスタビライザーとか手持ちが僕のねシネマティック表現でよく使うんですけれども、やっぱり手持ちだと揺れがちゃんと伝わるんですよね。で、この α7S3 とか手ブレ補正力が優秀なので結構滑らかに撮ってくれるんですけれども、やっぱりこの手持ちだからこそ撮れる、揺れ具合ってものがあったりします。これはね後で実践編で皆さんにお伝えしていこうと思います。で、ちょっとね臨場感のある表現が手持ちでできるんですけれども、このスタビライザーを使うことによってもう揺れとかは一切なくすことができます。揺れとかを入れずに本当に滑らかに綺麗に映像を撮りたいという方はこういったジンバルを使うことがおすすめです。だからこの流れで言いますと、僕が本来作っているようなシネマティック表現っていうのはこういったジンバルと手持ち、この組み合わせで基本的には撮影しております。で、この三脚ももちろん撮影に持っていくんですけれども、これで被写体を撮ることっていうのは、僕とかを撮ることってあんまりなくてですね、やっぱりタイムラプス、星空のタイムラプスだったりとか、夕日のタイムラプスだったりとか、そういったタイムラプス撮影用に使うことの方が多いですね。はい、そんな感じでこの3つの撮影方法によって、表現とかもね変わってきますので、実際にね使って撮影してみたいと思います。はい、それでは早速スタビライザーと、手持ち撮影のね、カメラワーク、シネマティックにおけるカメラワークをご説明しようと思うんですけれども、まず使っている機材は DJI さんの RS2 ですね。これは本当にすぐこうやってカメラが取り外せたりとか、本当にこれはカメラがねオートフォーカス優秀なのであんまり使うことはないんですけれども、フォーカスモーターとかが搭載されていて本当におすすめなスタビライザーなので、ぜひ参考にしてみてください。はい。で、実際にこんな感じでジンバルを取り付けて撮るんですけれども、今つけてるレンズが 24mmF1.4 のレンズなんですね。で、これねジンバルで撮る時ってのはなるべく広角の方が
良いです。ズームレンズとかをジンバルに乗せて使うことっていうのは基本的にありません。それはレンズの時でもね、お話したと思うんですけれども、焦点距離が短いと、12mm とか 24mm とか 35mm になってくると、周りの情報量が多いので、スタビライザー使った時でも臨場感があるんですね。スタビライザーを使う時の表現っていうのは、基本的に前後左右の動きを、本来歩くと揺れてしまうのを滑らかに撮るっていうのが一番の強みなので、周りのね、対象物とかがやっぱり動いていた方が、情報量が多い方が臨場感が出ます。なのでズームレンズは基本的につけません。大体ね 12mm から、50mm までがジンバルに乗せて使う、レンズとなっております。これはね、あくまで正解とかはないので、もしね 70mm でもジンバルつけたいという方はつけていただいても構いません。はい、こんな感じで早速このジンバルを使用してですね、カメラワークについて解説していきたいと思います。じゃあちょっと友達に参加してもらいましょう。はい。それではカメラワークの実践をやっていこうと思います。実際にこのカメラでも録画しながら皆さんにお伝えしていこうと思うので、よろしくお願いいたします。お願いします、翔くん。お願いします。はい。じゃあまず最初に引きから撮っていきたいと思います。いくつか構図のパターンがあるんですけれども、まず1つ目、景色カットですね。本当にこの周りの情報量がかなり多い、この被写体だけがポツンと立っている状態ですね。景色カット。次に全身、被写体が足から頭まで全部入っている状態で、次に膝上ですね。膝から頭まで。次にウエスト、この腹上ですね。で胸上のショット、そして顔で最後はマクロになってきます。なのでね、計7つの構図が基本的にはあるんですね。で今はね、被写体ベースで考えてはいるんですけれども、例えばトラベル、旅している時とかは、草むらとかにちょっとこういったカメラを下げて撮ったりとか、あと動物を撮ったりとか、被写体はね、人だけじゃないんですけれども、基本的に被写体がいるパターンの構図っていうのは今の7つになってきます。でよく使うのがですね、本当に景色、外の景色が壮大な時っていうのはちょっと離れてもらって、でそこからじゃあちょっとあっち歩いてくださいみたいなディレクションをして一回じゃあ撮ってみますね。ちょっと僕映りづらいかもしれないですが、今はもう景色カットです。もう本当にこの、被写体というかこの環境に到着しましたっていう周りの環境がしっかり映るカットを撮りたいと思います。なので一番最初に撮った本当に引きのカットで、基本的に撮る時ってのは、被写体さんがいる時ってのは被写体さんとカメラマンさんがしっかりコミュニケーションを取る必要があるので、3、2、1だったりとかどうぞみたいな感じで掛け声をすると撮りやすくなります。はい、じゃあいきますよ。いきます。3、2、1。はい。ちょっとね、環境が狭いので、本当に景色の中にポツンっているようなね、表現はちょっと難しいんですけれども、今は基本的に全身よりも引いた状態で周りの景色を印象的に捉えさせていただきました。で、今ね、このジンバルを使ってそのまま直進したんですけれども、直進する時に気をつけるのは、最初被写体を中心に合わせる時っていうのは左右対称ですね。これもね、正解がないんですけれども、被写体が中心にいてそれに合わせて周りの情報をしっかりと映していくっていう感じですね。このまま3、2、1どうぞ進んでいくって感じですね。はい。で撮影する時に大事なのが、ジンバルをいくら使ったからといってこんな感じで何も気にせず歩いてしまうと縦揺れが発生してしまうので、なるべく膝でちゃんとクッションを使いながらなるべく縦揺れが生まれないように歩くのがおすすめです。はい。でまずは景色撮ったんで、僕全身のカットを撮ることってあんまないですね。引きの景色のカットとあまり変わらないので、次撮るとしたら腹上ですね。最初例えば景色撮ってここの環境に到着しましたと。で次は腹上いきます。そのままいてください。こんな感じでこの景色に到着しましたっていうのをちょっと旋回するように、この腹上のカットですね。そうすると
この景色に到着しました。そしてこの景色にいる被写体さんに印象がしっかり伝わるんですよね。ここにじゃあ最後ね、最初景色、この環境に到着しました。でここの環境に来たよっていうのをちょっと表情も交えながら腹上で撮りました。で最後にここに完全に到着して、この被写体さんが感じてるその表情ってのを最大限に出すという方なんで、なんか周りはもう大草原でもうなんか気持ちいいその綺麗な空気を吸っているっていう演出いきましょう。で最後はこの表情が伝わるようにクローズ、寄りで撮ります。3、2、1。はい。こんな感じで最後は表情を映して、基本的にはこの環境に到着した次にその被写体さんの表情もある程度映しながら最後は感情を表現するっていう、こういう感じで、カメラワーク、構図ってのは意識しております。はい、今ね簡潔に7つの構図をねお伝えしたんですけれども、基本的にこういった自然の環境とか外で撮る時っていうのは景色、そして腹上、そして寄りみたいなこの3つのカットをなるべくどの環境でも撮るようにしています。そこに少しアレンジしてこうやって旋回、回転するのを入れたりとか、本当にマクロ寄り入れたりとか、なるべく同じカットを取らないような意識を心がけております。で地上絵ね、基本的にこういったスタビライザーで今表現していたんですけれども、ちょっと電源消します。でスタビライザーの撮影、滑らかな撮影を結構したなと思ったら手持ちに変えます。で手持ちだと臨場感が伝えやすくなるんですよね。揺れが発生するんで。なので例えば綺麗に写したいっていう時にこの手持ちで綺麗に写すのはちょっと伝えたいことのギャップがあるなと思っていて、手持ちで撮るんだったら盛大に揺らした方がいいと思っています。なのでですね、ちょっと走ってもらっていいですか、軽く。そっからはいいきますよ。普通に走ってください。小走りです。いきます。3、2、1。はい、こんな感じでスタビライザーの時は滑らかに進むんだけれども、手持ちの場合はあえて揺らしてしまうってことがすごく、僕はね大事だと思っています。なので今はね引きで撮ったんですけれども、例えばちょっと足元いいですか。3、2、1。はい、今ね見ていただいたと思うんですけれども、やっぱりジンバル使ってる時の印象と手持ちの時って全く違うと思うんですよね。そのぐらいなるべく同じロケーションでいろんな構図で撮るってことも大事だし、ジンバルで綺麗に撮ったんだったら手持ちで揺らして臨場感あふれるようなカットを撮ったりとかで、この地上絵以外にも例えばドローンとかタイムラプスとかハイパーラプスとかいろんなね技法があると思うので、なるべく編集時にね最終的に完成した動画がかっこよくなるためにも、なるべくいろんなバリエーションで動画を撮るってことがすごく大事になってきますので、ぜひね参考にしていただけたらと思っております。はい、今ね簡単にそのカメラワーク、構図だったりとかジンバルを使った表現、手持ちを使った表現っていうのをお伝えしたんですけども、三脚はね外では基本的に使わないので、タイムラプスとか写真を撮るためのものと思っていただけたら幸いです。そしてこちらカメラストラップですね。カメラストラップを使う時っていうのは、あんまり多くはないんですけれども、なんて言うんだろうな、撮影するよりも体験、自分が楽しむっていうことの方が強い場合には結構カメラストラップを使うことが多くてですね、やっぱり友達とリアルで楽しんでいるのにジンバルを使って撮影することって、あんまないと思うんですよね。そういった時はなるべくその撮影にストレスがない状態で楽しみつつもサクッと撮るみたいなことを、心がけていますので、基本的にカメラストラップをつけた時はこうやって紐をね貼ればカメラに対する振動が収まるんですよね。なのでこういったカメラストラップを利用して滑らかに綺麗に撮りたい時っていうのは、結構歩いてしまうとやっぱり揺れは入ってしまうんですけれども、この足をこうやってもうちゃんと地べたにつけた状態でこの手が動く範囲内であればカメラストラップをしっかりと引っ張った状態で、あんまり振動がカメラに伝わらない状態、そして撮るっていうのがすごくいいです。なのでカメラストラップをつけると綺麗に撮ることもできるし、
でカメラストラップを引っ張らずに撮れば臨場感のあるカットも撮れるので、カメラストラップっていうのは一番柔軟性の高い、表現だと僕は思っているので、撮影フォーカスよりかは自分が楽しんだりとかカジュアルに撮りたいという時にはこういったカメラストラップをねぜひ使用していただけたらと思っております。はい、そんな感じでね、今カメラワークとか構図とか本当に各々のスタビライザー、三脚、手持ちによって、表現がね違うってことをお伝えしたんですけれども、ぜひねこの動画を見て皆さんが実際に撮影してみるってことが何よりもねカメラワークを磨くコツだと思いますので、ぜひ撮影につなげていただけたらと思っております。それでは次の動画いきたいと思います。